君のような若造が正義を語るのは滑稽だな。男は皮肉な笑みを浮かべながらそう言った。彼女は社会の裏側で起きている不正や矛盾を一つでも多く世の中に伝えようとしている記者だった。俺の過去に興味を持ち何かを変えようとしていた。だが今、その彼女が黙り込んでいる。男の言葉に反論もせず、ただうつむいて震えている。上には話は通してある。君の書いたものはもう出ない。誰も君を守らない。わかるだろ？君が消えるのは時間の問題だ。彼女の目からポロリと涙が落ちた。握りしめた指が白くなるほど力が入っているのに、声はか細かった。私、潰されるのね。どこか遠くを見つめるような声だった。理不尽に飲まれた人間が希望を失った時の声。その響きに、俺の奥底で何かがきしんだ。やめろ。そんな顔もう見たくない。諦めるな。まだ終わっちゃいねえ。気づけば、俺は立ち上がっていた。そして、俺が最後の切り札を出した時、俺たちの逆襲が始まるのだった。俺の名前は鉄平荘。どこにでもいる。しがない自動車整備工場の親父だ。いや、親父と呼ぶにはまだ少し早いか。今年で42になる。世間では働き盛りと言われる年齢なんだろうが、俺の毎日は油と埃にまみれ、錆びついた工具の冷たい感触と、古びたエンジンのくたびれたうなり声と共に過ぎていく。この桜モータースは、親父の代から続く小さな工場だ。高度経済成長期には、それなりに繁盛していたと聞く。だが、時代の波とともに自動車の性能は向上し、街には最新設備を整えたディーラー系の整備工場や、安さを売りにしたチェーン店が次々と現れた。昔ながらの技術と経験だけが頼りの個人経営の工場は、どこも厳しい状況に立たされている。うちも例外じゃない。シャッターを開けても、一日一台も客が来ない日だって珍しくない。工場の隅には、支払い期限の迫った請求書の束が、まるで俺の心臓を圧迫するかのように鎮座している。今月の支払いも、正直、どうにかなるのか、見通しは立っていない。古びた軽トラックのエンジンルームから顔を上げると、西日がオレンジ色の光を工場内に投げかけていた。使い古された工具が無造作に置かれた作業台。壁にかけられたくすんだカレンダー。床に染みついた消えないオイルのシミ。そのどれもがこの工場の歴史と、そして今の俺のくたびれた日常を物語っているようだった。カレンダーに目をやると、月末の支払い日が赤い丸で囲まれている。それを見るたびに、胃がキリリと痛む。俺は作業台に置かれた布で手の油を拭うと、事務スペースの古びたパイプ椅子にどかりと腰を下ろした。机の上には、先ほど、郵便受けから取ってきた封筒が数通。その中に見慣れた薄緑色の封筒があった。私立総合病院からのものだ。震える手で封を切ると、案の定、弟の翼の入院治療費の請求書だった。そこに印字された金額は、今の俺にはめまいがするほど重い。ゼロの数が、まるで現実ではないかのように、やけに多く感じられる。深いため息が、埃っぽい工場の中に静かに溶けていった。翼は、俺のたった一人の弟だ。あいつは子供の頃から体が弱く、入退院を繰り返していた。そして数年前、重い心臓の病が見つかった。以来、翼はずっと病院のベッドの上で過ごしている。日に日に顔色が悪くなっていく弟を見るのは正直辛い。だが、あいつの前では決して弱音は吐けない。兄として、家族として、俺がしっかりしなければ、そう自分に言い聞かせる毎日だ。請求書をそっと机に置き、俺は立ち上がった。作業着の胸ポケットからくしゃくしゃのタバコを取り出し、火をつける。支援がゆっくりと天井へ登っていくのを、ぼんやりと眺めた。翼の心臓移植には、天文学的な費用が必要だ、と、医者から宣告されている。今の工場の収益では、逆立ちしたってそんな大金を用意できるはずがない。毎月の治療費を支払うだけで精一杯だ。いや、それすらも、いつまで続けられるのか。出口の見えないトンネルの中にいるような、そんな不安が常に胸の奥に渦巻いている。
翼のところへ行くか。つぶやき、俺はタバコをもみ消すと、工場のシャッターを半分だけ下ろした。古びた愛車のドアを開け、エンジンをかける。向かう先は、翼が入院している私立総合病院だ。病院の廊下は消毒液の匂いが鼻をついた。受付で翼の治療費の一部を支払い、重い足取りで病室へと向かう。個室ではない。カーテンで仕切られただけの4人部屋の一番奥が翼のベッドだ。そっとカーテンを開けると、翼は窓の外をぼんやりと眺めていた。夕焼けの赤い光が痩せた横顔を照らしている。翼、調子はどうだ？俺の声に翼はゆっくりとこちらを向いた。その顔にはいつものように力のない笑顔が浮かんでいる。兄さん、ありがとう。来てくれて。かすれた声だった。ここ数日、特に調子が良くないのかもしれない。ベッドサイドのテーブルには手つかずの夕食が置かれていた。飯食ってないのか？うん、ちょっと食欲なくて。そうか、無理するなよ。俺はベッド脇の丸椅子に腰を下ろした。翼の細い腕には点滴の針が刺さっている。その痛々しい光景に胸が締め付けられる思いだった。ごめんね、兄さん。また迷惑かけて。翼が申し訳なさそうにつぶやいた。その言葉がナイフのように俺の心をえぐる。お前は何も悪くない。悪いのは、お前にこんな思いをさせている俺の方だ。もっと稼ぎがあれば、もっといい治療を受けさせてやれるのに、もっと。気にするな。お前が元気でいてくれれば、それでいいんだ。無理に作った笑顔は、きっとぎこちなかっただろう。だが、そう言うしかなかった。翼に余計な心配をかけたくない。本当は、不安で押しつぶされそうになっていることなんて、お首にも出せない。でも、兄さん、最近顔色が悪いよ。ちゃんと寝てる？ああ、大丈夫だ。ちょっと仕事が立て込んでるだけだよ。嘘だ。夜もろくに眠れていない。工場の経営のこと。翼の治療費のこと。将来のこと。考え出すとキリがなく、気づけば朝になっていることも少なくない。兄さんの夢、諦めさせちゃったよね。僕のせいで。翼が力なくうつむいた。その言葉は、俺の心の最も柔らかな部分を的確についてきた。夢。かつて俺には確かに夢があった。大手自動車メーカーのエンジニアとして世界一のエンジンをこの手で生み出すという大きな夢が。画期的な新型エンジン、オリオンを開発し、その完成は目前だった。だが、よせ翼、昔のことだ。でも、いいんだ。俺は今、この桜モータースでお前と一緒にいる。それが一番大事なことなんだ。そう言って、俺は翼の頭を優しく撫でた。細く、頼りなくなった髪の感触が手のひらに切なく伝わってくる。本当は悔しくないわけがない。心血を注いで開発したオリオンの特許は、当時の上司だった銅也という男に横取りされた。その怒りと絶望は今でも鮮明に覚えている。だが、それ以上に翼の病状が悪化したことが、俺に会社を辞める決断をさせた。弟のそばにいてやりたい。その一心だった。夢よりも家族を選んだ。その選択に後悔はない。そう思おうとしている。だが、心のどこかで、くすぶり続けるものがあるのも確かだった。翼との短い面会を終え、俺は再び、薄暗い工場へと戻ってきた。シャッターを完全に下ろし、作業灯だけをつける。途中で放り出していた軽トラックのエンジン修理を再開しようと工具を手に取った。その時だった。工場の入り口のシャッターを誰かが叩く音がした。こんな時間に誰だろうか。近所の常連客が急なトラブルでも抱えてきたのかもしれない。俺は工具を置き、重いシャッターを少しだけ持ち上げた。隙間から外を覗くと、そこには一台の見慣れないシルバーのセダンが止まっていた。そして、その車の横に一人の女性が立っているのが見えた。年の頃は30代半ばだろうか。きちんとしたスーツに身を包み、肩からは大きめのバッグを下げている。バスへの自動車整備工場にはあまり似つかわしくない雰囲気の女性だった。何かご用ですか？俺はいぶかしげに声をかけた。女性は少し緊張した面持ちでこちらを見た。夜分に申し訳ありません。こちら、桜モータースさんでいらっしゃいますか？ああ、そうだが、
私、自動車雑誌モータージャーナルの記者をしております。新田未来と申します。そう言って、女性はバッグから名刺入れを取り出し、一枚の名刺を差し出してきた。新田未来。確かにそう書かれている。自動車雑誌の記者。一体何の用だろうか。鉄平壮さんでいらっしゃいますよね。そうだが、記者が俺に何の用だ。うちはしがない修理工場だぞ。取材されるような立派なもんじゃない。俺はぶっきらぼうに答えた。正直、面倒なことに関わり合いたくないという気持ちが強かった。ただでさえ、頭の中は金策のことでいっぱいいっぱいなんだ。新田と名乗る記者は、俺のそっけない態度にもひるむことなく、まっすぐな瞳で俺を見つめていった。鉄平壮さん、あなた様がかつて開発された画期的なエンジン、オリオンについてぜひお話を伺いたいと思い参りました。オリオン。その言葉を聞いた瞬間、俺の心臓がドクンと大きく跳ねた。オリオンという言葉の響きが、俺の心の奥底にしまい込んでいたはずの熱いマグマのような感情を揺り動かした。しかし、俺はすぐに全身に鎧を着込むような感覚で表情をこわばらせた。何のこったかさっぱりわからんな。人違いじゃないのか。俺の声は自分でもわかるほどに低く、冷たくなっていた。いいえ、間違いありません。数年前、あなたが発表されたオリオンに関する論文は、自動車業界に大きな衝撃を与えました。その革新的な技術は、今も語り草になっています。私は、あの論文を読んだ時から、ずっとあなたのことを。新田記者は、なおも食い下がろうとするが、俺はもう、彼女の言葉を聞き入れるつもりはなかった。悪いが、俺はもうエンジニアじゃない。ただの修理工だ。オリオンなんてエンジンは、とっくの昔に忘れたよ。オタクらマスコミに話すようなことは何もない。俺は一方的にそう言い放つと、シャッターを閉めようとした。待ってください。お願いします。少しだけでいいんです。あのエンジンには、まだ解明されていない素晴らしい可能性が。新田記者の一生懸命な声が、閉まりかけたシャッターの向こうから聞こえてくる。だが、俺は、聞く耳を持たなかった。彼女の言葉は、俺の古傷を容赦なくえぐってくる。そんな余裕はない。こっちは毎日、手を動かさないと食っていけないんだ。それに蒸し返すような話は迷惑だ。帰ってくれ。ガチャンと音を立ててシャッターが完全に閉まると、工場の中は再び静寂に包まれた。だが、俺の心は先ほどまでの重苦しい静けさとは違う、過去の怒りと恐怖がないまぜになったような激しい感情で荒れ狂っていた。俺はしばらくシャッターの前に立ち尽くしていた。新田という記者が諦めて帰ったのか、外の気配はもう感じられない。だが、彼女が口にしたオリオンという言葉は、まるで呪いのように、俺の頭の中で繰り返されていた。なぜ今になって、あのエンジンのことを、考えれば考えるほど、息が詰まるような感覚に襲われる。俺は大きく息を吐き出すと、作業台の上に置かれたままだった工具を、震える手で握りしめた。今は、余計なことを考えるな。目の前の仕事を片付けるんだ。翼のためにも、この工場を守り抜かなければならない。そのためには、波風を立てるわけにはいかないのだ。そう自分に強く言い聞かせながらも、心のどこかで、新田未来という記者の、あの何かを訴えるようなまっすぐな瞳が、焼き付いて離れないのを感じていた。これが、俺と新田未来記者との、そして、無理やり蓋をしていたはずの過去との、最初の接触だった。この出会いが、俺の固く閉ざされた心を、少しずつ溶かし始めていくことになるなんて、この時の俺は、まだ知る由もなかった。翌日もその次の日も、新田未来と名乗る記者は懲りずに、桜モータースに現れた。朝、俺がシャッターを開けると、工場の前にシルバーのセダンが止まっていて、彼女がコーヒーの紙コップを片手に立っている。なんてことが、一度や二度ではなかった。その度に俺は、話すことは何もない、と追い返すのだが、彼女はまるで柳に風とでも言うように、軽く頭を下げるだけで、また次の日には律儀に顔を見せるのだ。新田さん、あんたも大概しつこいな。俺ははっきり断ったはずだぞ。ある日の午後、いつものように工場の前で粘る彼女に、俺はついに声を荒げた。油にまみれた手で、思わず持っていたスパナを握りしめてしまう。しつこいのは100も承知です。ですが、鉄平さんのオリオンは、
それだけの価値があるんです。埋もれさせてはいけない技術なんです。彼女は少しもひるまず、まっすぐな瞳で俺を見返してくる。その瞳の奥には、単なる好奇心だけではない、何か強い意志のようなものが感じられた。美人という言葉がこれほど似合う女性を、俺はこれまで見たことがなかったかもしれない。だが、今の俺にとって、その美貌も、彼女の持つ熱意も、ただただ鬱陶しいだけだった。価値があろうがなかろうが、俺には関係ないと言っているだろう。あれは過去の終わった話なんだ。本当にそう思っていらっしゃるんですか？私にはそうは見えません。あなたの言葉の端々から、今もエンジンへの情熱が。あんたに何がわかる？俺は声を張り上げた。わかったような口を聞くな。俺の何を、どれだけ知っているって言うんだ。工場の中に、俺の怒声が響き渡った。使い古された工具がカタカタと震える。俺ははっと我に返り、乱れた呼吸を整えようと努めた。だが、一度爆発した感情は、そう簡単には収まらない。新田記者は俺の剣幕に一瞬目を見開いたが、すぐに落ち着きを取り戻し、静かに、だが、はっきりとした口調で問いかけてきた。どうして、そこまで堅くなに拒否なさるんですか？鉄平さんがオリオンにどれだけの情熱を注いで来られたか、私なりに調べて理解しているつもりです。あれだけの技術を、本当にこのまま、諦められるものなんですか？彼女の言葉は、的確に俺の痛いところをついてきた。諦められるものか。諦められるわけがない。だが、俺にはもう、あのエンジンに関わる資格も、勇気もないのだ。俺はしばらく黙り込んでいた。工場の外からは、遠くで子供たちのはしゃぐ声が聞こえてくる。平和な日常の音。だが、俺の心の中は、嵐が吹き荒れているようだった。新田記者の真摯な眼差しが、俺に何かを語りかけるように、じっと注がれている。あんたには関係ないことだ。絞り出すように言った俺の言葉に、彼女は小さく首を振った。いいえ、関係なくありません。私はジャーナリストです。真実を伝えるのが仕事です。そして、オリオンには、まだ語られていない真実がある。私はそう確信しています。真実か。俺は自重気味につぶやいた。そんなものがこの世にどれだけあるって言うんだ。もうこのしつこい記者を追い返すには、すべてを話すしかないのかもしれない。そう思った瞬間、心の奥底に固く封じ込めていた、あの忌まわしい記憶の蓋が、ゆっくりと開いていくのを感じた。それは、誰にも触られたくない。俺だけの傷だ。だが、このままでは、彼女は決して諦めないだろう。そして、もしかしたら、ほんの少しだけ、誰かにこの重荷を吐き出してしまいたいという、そんな弱い気持ちが芽生え始めていたのかもしれない。俺は重い口を開いた。いいだろう。そんなに聞きたいなら話してやる。ただし、これっきりだ。二度と俺の前に現れるな。新田記者はこくりとうなずいた。その表情は緊張と期待がないまぜになっているように見えた。俺は工場の隅にある古びたタイヤの上に腰を下ろした。彼女は立ったまま俺の言葉を待っている。あんたの言う通りだ。俺はかつてオリオンというエンジンを開発した。人生のすべてをかけた。俺の夢そのものだった。だが、それは当時の上司だった銅也という男にいとも簡単に奪われた。特許も名誉も何もかもだ。そこまで一気に話すと喉がカラカラに乾いていることに気づいた。新田記者は黙って俺の言葉に耳を傾けている。もちろん黙って見過ごしたわけじゃない。最初は俺も抵抗しようとした。証拠を集めて告発しようと。だが、銅也は卑劣な男だった。あいつは俺が何もできないように俺の一番弱いところをついてきたんだ。言葉を区切り、俺はうつむいた。あの時の無力感が再び全身を包み込む。俺には翼という弟がいる。心臓に重い病気を抱えていて、ずっと入院している。銅也はその翼を引き合いに出してきたんだ。弟さんを？新田記者が息を飲むのが分かった。ああ、直接的な脅しじゃなかった。もっと巧妙で陰湿なやり方だったよ。鉄平くん、弟さんの入院している病院だがね、うちの会社とは昔から付き合いが深くてね、院長先生とも懇意にさせてもらっているんだ。そう言って、あいつは笑ったんだ。あの時の蛇のような冷たい目でな。
俺は拳を強く握りしめた。爪が食い込み、手のひらが痛む。弟さんの治療が今後も滞りなく進むといいね。そう言われたとき、俺は全身の血が凍りつくような思いだった。もし俺が騒ぎ立てれば、翼の治療に何らかの支障が出るかもしれない。最悪の場合、病院から追い出されることだって考えすぎかもしれない。だが、当時の俺にはそうとしか思えなかった。翼の命がかかっているんだ。俺の夢やプライドなんかと引き換えにできるはずがない。そこまで話すと、俺は顔を上げた。新田記者は唇を固く結び、何かをこらえるように俺を見つめていた。その瞳には明らかに動揺の色が浮かんでいる。ひどい。そんな。彼女の声は震えていた。それは同情から来るものなのか、あるいは俺の知らない何か、彼女自身の経験から来るものなのか。そういうわけだ。俺は翼のために全てを諦めた。エンジニアとしての未来も、銅野への復讐も何もかもだ。だから、今更あんたにオリオンのことを嗅ぎ回られて、また翼を危険な目に遭わせるわけにはいかないんだ。わかったか？わかったらもう二度と、ここへは来るな。俺はそう言い放ち、立ち上がった。これで終わりだ。そう思った。だが、新田記者は動かなかった。それどころか、彼女は数歩、俺に近づいてきた。鉄平さん、お辛い過去をお話しいただき、ありがとうございます。彼女の声はまだ少し震えていたが、先ほどよりも強い意志が込められているように感じられた。私は、あなたのそのお気持ちを軽んじるつもりは全くありません。ですが、だからこそ、私は諦めたくないんです。なんだと？俺は眉を潜めた。まだ何か言うつもりか、この女は。鉄平さん、実は、私の父も技術者だったんです。新田記者は、ふっと視線を落とし、自分の手元を見つめながら、ぽつりぽつりと語り始めた。その声には、抑えきれない感情が滲んでいるようだった。父は、小さな町工場で、それは素晴らしい製品を開発していました。画期的な、本当に世界を変えるかもしれないと、子供心に私も信じていた技術でした。でも、ある日突然、父の技術は大企業にそっくりそのまま奪われてしまったんです。特許も何もかも、父は抵抗しようとしました。何度も何度も。でも、大企業の力の前には、あまりにも無力でした。彼女の顔に苦い記憶をたどるような深い影が差した。俺はその話を聞きながら、まるで自分の過去を見ているような錯覚に陥った。父は打ちひしがれて、酒に溺れる日も多くなりました。あんなに誇り高く、仕事に情熱を燃やしていた父が、日に日に生気を失っていく姿を見るのは、子供だった私にとっても、本当に辛いことでした。そして結局父は、夢を諦め、工場も閉めてしまいました。あの時の父の背中の寂しさを、私は一生忘れられません。新田記者は顔を上げ、再び俺の目をまっすぐに見据えた。その瞳には、涙が光っていた。それは単なる同情の涙ではない。自らの痛みと重ね合わせているかのような、深い共感の色を帯びていた。私は、そんな父の姿を見て育ちました。そして心に誓ったんです。いつか父のような思いをする人を一人でも減らしたい。不当な力によって素晴らしい技術や人の夢が踏みにじられるのを決して見過ごさない人間になりたいと。だから、私はジャーナリストになったんです。ペン一本でどれだけのことができるかわかりません。でも、声を上げられない人の代わりに真実を伝えることはできるかもしれない。そう信じてこの仕事を選びました。彼女の言葉は熱を帯びていた。それは、ジャーナリストとしての使命感というよりも、もっとパーソナルで切実な叫びのように俺の胸に響いた。俺は、その気迫と彼女が背負ってきたものの重さに圧倒され、何も言い返すことができなかった。彼女の過去は、俺の過去とあまりにも酷似していた。だからこそ、彼女の言葉一つ一つが、俺の心の奥深くに突き刺さる。鉄平さんのオリオンの話を初めて聞いたとき、そしてその技術が不当に扱われた可能性を知ったとき、私は父のことを思い出さずにはいられませんでした。そして、あなたの苦しみや無念さが痛いほど伝わってきたんです。もちろん弟さんのことを考えれば、あなたが慎重になるのは当然です。父も
私たち家族のことを考えて、最後は戦うことを諦めたのかもしれませんから。ですが、もし今度こそ、私が誰かの力になれるのなら、あなたの、そして、オリオンの真実を取り戻すために、どんな小さなことでも、協力させていただけませんか？新田記者は深々と頭を下げた。その姿は、先ほどまでの強気な記者とはまるで、別人のように、ひたむきで、そしてどこか痛々しくも見えた。彼女自身の過去の痛みを乗り越えようとする、強い意志の現れのようにも感じられた。俺はしばらくの間、何も言えずに立ち尽くしていた。頭の中で様々な感情が渦巻いていた。過去のトラウマ、翼への思い、そして目の前の女性が差し伸べてきた、細く、だが確かな光。彼女の父親の話は、俺自身の経験と重なり、まるで自分のことのように胸を締め付けた。そして、そんな彼女だからこそ、俺の苦しみを本当に理解してくれるのかもしれない、という淡い期待が芽生えていた。本当に、この光を掴んでもいいのだろうか。再び、あの悪夢のような日々に戻ることはないのだろうか。だが、彼女の瞳の奥に宿る真実への渇望と、決して諦めないという強い意志、そして何よりも、俺の境遇への深い共感を見ているうちに、俺の心の中で何かがゆっくりと動き出すのを感じていた。それは長い間、錆びついて動かなかった古いゼンマイが再び巻き上げられるような、そんな感覚だった。もしかしたら、この女性となら、わかった。俺の口から自分でも意外なほど静かな声が出た。新田記者がはっと顔を上げる。その瞳には驚きと、そしてかすかな希望の色が浮かんでいた。ただし条件がある。俺は続けた。俺は表立ってあんたに協力することはできない。翼の安全が第一だ。それは譲れない。それでもいいのなら、俺が知っている限りのオリオンに関する情報だけなら提供してもいい。それは全面的な協力とは程遠い。ほんの小さな一歩だったかもしれない。だが、俺にとっては大きな決断だった。新田記者の顔がパッと明るくなった。はい、もちろんです。ありがとうございます、てっぺいさん。彼女の声は喜びで弾んでいた。その笑顔はまるで暗闇に差し込んだ一筋の光のように俺の心を照らした。これが、俺と新田未来記者が本当の意味で手を取り合うことになった瞬間だった。まだこの先にどんな困難が待ち受けているのか、俺には想像もつかない。だが、少なくとも一人ではない。そして、俺と同じような痛みを理解してくれる人間がそばにいる。そう思うと、ほんの少しだけ胸が軽くなったような気がした。錆びついていたはずの何かが確かに動き始めたのを感じながら、俺は彼女の差し出す未来に小さな希望を託してみようと思った。それからの俺たちの毎日は、さながら素人探偵団の作戦会議のようだった。未来は、俺の桜モータースに足しげく通ってくるようになった。最初は遠慮がちに工場の隅でパイプ椅子に座っていた彼女も、いつの間にか事務所スペースの散らかった机の上を勝手に片付け、コーヒーを入れるのが日課のようになっていた。てっぺいさん、このオリオンの設計図なんですけど、ここのエネルギー循環効率の部分、もう少し素人にもわかるように説明していただけませんか？次の記事の参考にしたいんです。未来は、俺が引っ張り出してきた古い設計図の束を熱心に覗き込みながら、専門用語の嵐に眉を潜める。俺にしてみれば、これ以上どう簡単にしろというレベルなのだが、だから、ここのバイパス回路がだな、排気エネルギーを、いや、だから、熱い空気の力をもう一回使うんだよ。無駄なく、こうぐるっと。ぐるっとですか。未来はノートにぐるっと書き込み、首をかしげている。こいつ本当に大丈夫かと不安になる瞬間も多々あったが、彼女のジャーナリストとしての勘や人脈を駆使した情報収集能力は確かだった。俺が提供する技術的な断片と、彼女が集めてくる銅や周辺の黒い噂や証言が少しずつパズルのピースのように組み合わさり始めていた。ある時は、銅やのかつての部下で、今は子会社に追いやられているという人物に話を聞こうと、二人で喫茶店で待ち伏せならぬ待ち合わせをしたこともあった。俺は変装のつもりで帽子を目深にかぶり、未来はなぜか派手なサングラスをかけていた。てっぺいさん、
その帽子逆に目立ってません？あんたのそのグラサンこそ女優ごっこか何かに見えるぞ。結局、その人物は警戒してか現れず、俺たちは二人で山盛りのナポリタンを無言でつついた。そんな空振りも一度や二度ではない。未来は時折、俺の不愛想な態度や工場の油臭さをからかうこともあった。てっぺいさんの作業着、そろそろ新しいデザインにしません？もう少し明るい色とか、イメージ戦略も大事ですよ。これからの時代は。うるさい。油汚れが目立たないのが一番なんだよ、この仕事は。でも、翼さんも、お兄さんがもう少しおしゃれになったら、喜ぶと思いますけど。翼の名前を出されると、俺は少し弱い。そんな俺の反応を見て、未来は楽しそうに笑うのだ。その屈託のない笑顔は、すさんだ俺の心を少しずつ解きほぐしていくようだった。俺も俺で、彼女の無鉄砲さや、時折見せるドジっぷりに呆れながらも、どこか放っておけないものを感じ始めていた。夜遅くまで事務所で資料と格闘し、カップ麺の容器を積み上げている彼女の姿を見ると、つい、ちゃんと飯食ってるのか、と声をかけてしまう。そんな時、彼女は一瞬驚いたような顔をして、それからふわりと微笑むのだ。大丈夫です。てっぺいさんがたまに差し入れてくれるおにぎりが、私のエネルギー源ですから。未来はそう言って、いたずらっぽく笑った。そんなことを真正面から言われると、どうにも調子が狂う。俺はぶっきらぼうに、そりゃどうも、とだけ返し、そそくさと自分の作業に戻ろうとした。未来のまっすぐで、時折見せる無防備な笑顔は、俺の心の壁を少しずつ溶かしていくようだったが、それを認めるのはまだ少し気恥ずかしかった。そんな日々が続いていたある日のことだ。俺の古いスマートフォンの画面に表示されたのは、ゼニスモータース役員秘書室という文字だった。ゼニスモータース。どうやが開発担当役員を務める大手自動車メーカーだ。胸がざわつくのを感じながら、俺は通話ボタンを押した。もしもし、てっぺいです。てっぺい総様でいらっしゃいますね。私、ゼニスモータースにて、道屋様の秘書を務めております、田所と申します。やはり道屋の差し金か。一体何の用だ？実は、開発担当役員の道屋が、てっぺい様、並びに、ジャーナリストの新田未来様と、一度お話し合いの場を設けたいと申しておりまして、近々ご都合いかがでしょうか？道屋が俺と未来に、だと？あの男が何を考えている？電話を切った後、俺はすぐに未来にこの一件を伝えた。未来も受話器の向こうで息を飲んだのが分かった。道屋役員が、私たちに、何か裏があるに決まってます。てっぺいさん、これは罠かもしれません。ああ、その可能性が高いだろうな。だがな、奴が何を仕掛けてくるにしろ、一度会って話を聞いてみる価値はあるかもしれん。俺の言葉に、未来は不安そうな声色を隠せない。でも危険です。てっぺいさんが以前お話ししてくださったように、あの人は弟さんのことを。わかってる。だからこそ、慎重にことを進める必要がある。だが、もし本当に、ほんのわずかな可能性だとしても、翼のためになる話だとしたら、俺はそこまで言って言葉を詰まらせた。翼の莫大な治療費が常に重くのしかかっている。どんなにうさんくさい話でも、そこに一縷の望みがあるのなら、確かめずにはいられない。それが今の俺の偽らざる心境だった。未来は俺の苦しい胸の内を察してくれたのだろう。しばらくの沈黙の後、決意を込めた声で言った。わかりました。私も同行します。てっぺいさんお一人では行かせません。何があっても私がそばにいます。その言葉がどれほど心強かったことか。数日後、俺と未来はゼニスモータース本社の一室へと通された。重厚な会議テーブルの向こうに座っていた道也は、以前俺が会社にいた頃と変わらない、人を食ったような笑みを浮かべていた。だが、その目の奥には、得体の知れない光がちらついている。よく来てくれたね、てっぺいくん。そして新田未来記者。今日は君たちにとって決して悪い話ではないはずだ。道也はそう切り出すと、芝居がかった様子でため息をついてみせた。単刀直入に言おう。私は君たちと和解したい。これ以上の詮索や過去を蒸し返すような行動はお互いにとって不毛だろう。そして、道也は驚くべき提案を口にした。新田記者、君の取材活動には敬意を表するよ。だが君があまり嗅ぎ回ると、
君の上司や雑誌社もいい顔はしないんじゃないかな。我が社としても、これ以上過去のことで騒ぎ立てられるのは本意ではない。そこでだ、君が今後、オリオンエンジンに関する件から一切手を引くというのなら、我が社から君の雑誌社に対して相応の誠意を示そうじゃないか。例えば、大型の広告契約という形でもいい。これは怪獣であり、脅しでもあった。未来のペンを金で封じようという魂胆だ。未来は唇を噛み、部別の視線を堂屋に向けた。そして哲平くん。堂屋は俺に向き直った。君の弟さんのことは聞いている。治療に莫大な費用がかかるそうじゃないか。そこで提案だ。君が持つオリオンに関するすべての資料、データ、そして記憶の一切を我が社に譲渡してほしい。もちろんそれ相応の対価は支払う。君の弟さんの今後の治療費をすべて賄って、お釣りが来るくらいの金額を用意しよう。どうだね。これで君も過去の呪縛から解放され、弟さんの治療にも専念できる。俺と未来は顔を見合わせた。堂屋の提案はあまりにも虫が良すぎる。だが、翼の治療費という言葉が重く俺の心に突き刺さっていた。未来も俺の葛藤を隣で感じ取っているようだった。この男の言葉をどこまで信用できる？少し時間をいただけますか？すぐに返答できる内容ではありません。俺がそう言うと、堂屋は、もちろんだとも、と余裕の表情でうなずいた。賢明な判断を期待しているよ、哲平くん。君の弟さんのためにもね。重苦しい気持ちでゼニスモータースを後にした俺たちは、しばらく言葉もなく歩いた。てっぺいさん、どうしますか？あの男の言葉、信じられますか？いや、簡単にはな。だが、翼のことがある。もし、あの提案がほんの少しでも真実なら、罠である可能性の方が高いと思います。でも、もし万が一、本当に翼さんの治療費が。未来もまた、同じように揺れ動いていた。不意に俺は顔を上げた。なあ、未来さん。はい、なんでしょう。翼に会ってみないか。いや、会ってくれないか。自分でも驚くほど素直な言葉が出た。これまで、翼には心配をかけまいと、仕事関係の人間はもちろん、親しい友人すら、あまり病室には近づけなかった。だが、未来は違う。彼女は、俺の過去も、今の苦しみも、そして翼のことも、すべてを受け止めてくれようとしている。そんな彼女を翼に紹介したい。柄にもなくそう思ったのだ。未来は、俺の突然の提案に目を丸くしたが、すぐに柔らかく微笑んだ。はい、喜んで。翼さんにお会いできるのを楽しみにしています。その笑顔に、俺の心も少しだけ軽くなった気がした。もしかしたら、本当にこれでいい方向へ進むのかもしれない。そんな淡い期待が、胸の奥で小さく芽生えていた。俺たちは、翼の好きなフルーツゼリーを手土産に、私立総合病院へと向かった。翼の病室のドアをノックすると、中から、はーいという、少しかすれたが、明るい声が聞こえた。翼、入るぞ。そっとドアを開けると、ベッドの上で本を読んでいた翼が、パッと顔を上げた。そして、俺の後ろに立つ未来の姿を認めると、きょとんとした表情になった。あれ、兄さん、どちら様ですか？無理もない。翼が未来に会うのは、これが初めてだ。よう、翼、体調はどうだ？こいつは、新田未来さん。俺の、いろいろと世話になっている、大切な相棒だ。翼にも一度、ちゃんと紹介しておきたくてな。俺が少し照れながらそう言うと、未来は丁寧に頭を下げた。はじめまして、翼さん。新田未来と申します。お兄さんにはいつも本当にお世話になっております。翼は、俺と未来の顔を興味深そうに、交互に見比べると、にやりと、いたずらっぽい笑みを浮かべた。へえ、兄さんの大切な相棒さんね。しかもこんな綺麗な人。もしかして、兄さんの彼女とか？こら翼、バカなこと言うな。俺が慌てて声を上げると、翼は、違うの？と、わざとらしく残念そうな顔をする。未来は顔を真っ赤にしてうつむいてしまい、その姿がなんだかおかしくて、俺もついつい笑ってしまった。翼くんはじめまして。お兄さんとは、お仕事でいろいろと。未来がしどろもどろに説明しようとするのを、翼は楽しそうに聞いている。仕事ね。でも兄さんが自分の仕事仲間を僕に紹介してくれるなんて初めてだよ。よっぽど未来さんのこと信頼してるんだね。翼の言葉に、俺は少しドギマギしながらも否定はしなかった。確かに、
未来は俺にとって、ただの仕事仲間以上の存在になりつつあった。その後、未来は翼とすぐに打ち解け、翼の好きな漫画の話などで楽しそうに盛り上がっていた。翼がこんなに生き生きと話すのを見るのは本当に久しぶりだった。未来の持つ人を引きつける明るさが翼にもいい影響を与えているのかもしれない。病室を後にする際、翼は未来にこっそりと耳打ちした。未来さん、兄のことよろしくね。あの人不器用だけど、すっごく優しい人だから。そして、俺に向かって、兄さんも未来さんのこと大事にしなよ、と大きな声で言って、看護師さんに軽くたしなめられていた。病院からの帰り道、俺と未来の間には、どこか温かい空気が流れていた。翼さんすごくいい子ですね。てっぺいさんにそっくりで優しい。そうか？あいつは俺なんかよりずっと素直でいいやつだよ。二人ともお互いを褒め合って、本当に素敵なご兄弟ですね。未来はそう言って、心底楽しそうに笑った。なあ、未来さん。はい。さっきの堂屋の話だが、やっぱりもう少しだけ、あいつの提案に乗ってみようと思う。もちろん細心の注意を払ってな。翼のあの笑顔を見てたら、どうしても諦めきれない。俺の言葉に、未来は力強くうなずいた。はい。それで全てがいい方向に進むことを、私も心から願っています。どんな契約になっても、私がてっぺいさんを全力でサポートしますから。ああ、頼りにしてる。俺たちは、堂屋との契約という名の一筋の光かもしれないし、深い罠かもしれない道へと、それでも二人で踏み出す覚悟を決めた。この先に何が待ち受けていようとも、もう一人ではない。そう思うと、不思議と恐怖よりも、かすかな勇気が湧いてくるのだった。数日後、俺と未来は、再びゼニスモータース本社の応接室にいた。前回と同じで、重厚で息が詰まるような部屋。テーブルの向こうには、やはり堂屋が一人で座っていた。その顔には、前回にも増して、自信ありげな、それでいて全てを見透かしたような、嫌な笑みが浮かんでいる。よく来てくれたね、てっぺいくん。新田記者。賢明な判断だったと褒めてあげよう。堂屋は、テーブルの上に数枚の書類。おそらく契約書だろう。を押し出した。ここにサインをすれば、君たちの苦労もすべて終わる。弟さんの治療も君の名誉も、そして新田記者の今後のキャリアも私が保証しよう。その言葉は蜜のように甘く、だが毒のように冷たい響きを持っていた。未来は緊張した面持ちで、俺の隣に座り、堂屋から目をそらさずにいる。俺は差し出された契約書を手に取り、ゆっくりと目を通し始めた。一見すると、それは俺たちにとって有利な条件が並んでいるように見えた。オリオンに関する権利の正当な評価。翼の治療への全面的な支援。だが、俺の目はごまかせない。長年、技術者として契約書の隅々まで目を通してきた経験が、この書類に隠された巧妙な罠を見抜いていた。堂屋さん、俺は静かに顔を上げた。この契約書、いくつかおかしな点がありますね。ほう、どこかね。堂屋は眉一つ動かさない。まず、オリオンに関するすべての権利の譲渡とありますが、その範囲が曖昧だ。これでは、俺が今後開発するであろう派生技術や関連特許まで、無条件で記者に帰属することになりかねない。そして、対価として支払われる金額の算出根拠も不明瞭。さらに言えば、弟の治療支援に関しても、可能な範囲でという一文が加えられている。これは、後からいくらでも解釈を変えられる、非常に危険な条項だ。俺の指摘に未来も息を飲むのが分かった。彼女も法律にはある程度通じているはずだが、技術契約特有の落とし穴までは見抜けなかったのだろう。堂屋の顔からようやく笑みが消えた。随分と細かいところに気がつくじゃないか。鉄平くん。だがそれがどうしたと言うんだね。君にはこれを受け入れる以外の選択肢はないはずだが。いえ、お断りします。この契約は到底受け入れられません。俺がはっきりと言うと、堂屋の顔がみるみるうちに怒りで歪んでいった。貴様、この状況が分かっているのか？私の申し出を蹴るということが何を意味するか？テーブルを叩きそうな勢いで、堂屋が声を荒げる。ついに本性を表し始めた。お前の弟、翼とか言ったな。あいつの命は、私の手の中にあると言っても過言ではないのだぞ。私が懇意にしている病院だ。私が一声かければ、最新の治療は愚か、まともな看護さえ受けられなくなるかもしれんのだ。それでもいいというのか？
お前が取るべき道は一つだ。この契約書にサインし、私の言う通りにするしかないんだ。どうやは、むき出しの敵意と、脅迫の言葉を俺に叩きつけてくる。未来は、唇を固く結び、俺の腕をそっと握った。大丈夫、というように。俺は、そんなどうやの姿を冷静に見据えていた。すべて、想定の範囲内だ。どうやさん、あんたのその脅し文句も聞き飽きましたよ。何？あんたが懇意にしているという病院ですがね。もう、あんたに協力するつもりはないそうですよ。俺の言葉に、どうやは一瞬今日疲れたような顔をした。バカな。何を言っている。あの病院の院長は、私の長年の友人だぞ。ええ、そうかもしれません。ですが、現場で働く医師や看護師たちは、あなたのやり方にずっと疑問を抱いていた。そして、あなたの卑劣な行いを知り、もう黙ってはいられないと立ち上がった人がいるんです。ここで、俺はどうやに知られざる真実を突きつけることにした。あの日、俺が未来を初めて、翼に紹介した日のことだ。翼は未来に対して初対面とは思えないほど心を開き、何かを鋭敏に感じ取っていたようだった。俺と未来が病室を出た後、翼は俺にこう頼んできた。兄さん、未来さんの連絡先を教えてくれないかな。もっといろいろお話ししてみたいんだ。それになんだか未来さん、少し心配な顔をしていたから、僕にできることがあればと思って。俺は、翼のその純粋な気持ちを疑うこともなく、未来に確認を取った上で連絡先を教えてやった。まさか、それがこんな形で一手になるとは、この時の俺には想像もつかなかった。未来から後で聞いた話だが、翼は数日後、未来にこっそりと電話をかけてきたらしい。未来さん、突然ごめんね。兄さんのことなんだけど、最近すごく無理してるみたいなんだ。僕には何も言わないけど、未来さんの表情を見てたら、きっと何か大変なことがあるんじゃないかって。僕、兄さんの重荷にはなりたくない。兄さんの力になりたいんだ。本当のことを教えてもらえませんか？と、その細い体からは想像もつかないほど、しっかりとした口調で切り出したそうだ。翼のそのあまりにも真剣な声と、俺を深く案じる純粋な思いに、未来も心を動かされたのだろう。彼女は、どうやとのこと、俺たちが置かれている絶望的な状況、そして、どうやが過去に俺にしてきた仕打ちのすべてを翼に包み隠さず打ち明けたのだという。電話の向こうで、翼は黙って未来の話を聞いていたらしい。時折、息を飲む音や鼻をすする音が聞こえたと未来は言っていた。そして、未来がすべてを語り終えたとき、翼はしばらくの沈黙の後、震える声で、しかし、はっきりとした決意を込めてこう告げたそうだ。未来さん、話してくれてありがとう。僕はもう、兄さんに守られてばかりいるのは嫌なんだ。兄さんが僕のために夢を諦めたように、今度は僕が、僕のやり方で兄さんを助ける。絶対に。と、その言葉通り、翼は行動を起こした。未来も俺も知らないところで、たった一人で、自分の病室で、震える手で一枚の長い手紙を書き上げた。どうやの非道な行い、病院への不当な圧力、そして自分たち兄弟が長年強いられてきた筆舌に尽くしがたい苦しみをありのままに赤裸々に、そしてその手紙を彼が心から信頼し、また翼のことを親身になって気遣ってくれていた一人のベテラン医師に最後の望みを託すように渡したのだ。先生、どうかこれを読んでください。そして、もし僕の言っていることが真実だと信じてくれるなら力を貸してください。と、声を振り絞って、その純粋で悲痛なまでの訴えが医師の心を、そして長年どうやの圧力に屈してきた病院の空気を大きく変えることになるなんて、どうや、あんたには想像もつかなかっただろうな。その医師は翼の魂の叫びとも言える手紙に深く心を揺さぶられ、そして病院内でまことしやかに囁かれていたどうやと上層部の癒着の噂の真相を自らの手で確かめる決意をしたのだという。他の数名の心あるスタッフと共に、あなたが病院に対して行ってきた不当な圧力や見返りを求めるような寄付の実態を調査し始め、とうとう決定的な証拠をつかんだんです。あなたが病院側に翼の治療状況を不当に報告させ、それを盾に俺を脅迫しようとしていた証拠をね。俺がそう言うと、未来がカバンから一枚の書類を取り出し、テーブルの上に置いた。それは、そのベテラン医師が病院の不正を告発し、どうやの圧力には屈しないという決意を綴った直筆の宣誓書だった。医師数名の署名も添えられている。
そんな嘘だ。でっち上げだ。銅也はわなわなと震え、顔面を蒼白にさせて叫んだ。だが、その動揺は隠しようもなかった。これであんたの脅しの切り札は一つ消えましたね、銅也さん。それでもまだ、翼の治療費がどうとか言うつもりですか？俺が冷ややかに言うと、銅也は逆上した。ふざけるな。たとえ病院がどうでようと、お前たちに金がないことに変わりはないだろう。そのオリオンとかいうガラクタで、一体いくら稼げると言うんだ。お前が弟の治療費を払えなくなるのは時間の問題だ。確かに、今の俺には大した金はない。だがな、銅也さん。あんたが盗んだオリオンの正当な権利と特許が、俺の元に戻ってくれば話は別だ。そうは思いませんか？俺はわざと挑発するように言った。銅也の悪事をさらに引き出すために。銅也は俺の言葉に一瞬顔を歪めたが、すぐにあざけるような笑みを浮かべた。権利だと？特許だと？寝言は寝て言え。一度俺のものになったものを、今更お前に返すわけがなかろう。お前にはそれを証明する術などないはずだ。銅也はそう言い切ると、その憎悪に満ちた目を、俺の隣にいる未来に向けた。まるで、たまりにたまった鬱憤を、ここで一気に晴らすと言わんばかりの、ねじくれた表情だった。そして新田未来、君もだ。銅也の声が、応接室の空気を震わせる。この鉄平僧のような、先の見えた負け犬技術者に肩入れし、正義だの真実だのと、青臭い理想を振りかざしてきたが、それも今日で終わりだ。君がどれだけペン先を尖らせようと、世間というものは、結局のところ、強者である私の言葉を信じるのだよ。君が所属するモータージャーナルの編集長には、すでに私から忠告をしておいた。この記事がもし世に出るようなことがあれば、君は確実にジャーナリストとしての席を失うことになるだろう。いや、それだけでは済まさんぞ。君のその人のプライバシーを土足で踏み荒らすような強引な取材手法。我が社の優秀な弁護団が、名誉毀損及び業務妨害で君を訴える準備も万端整っている。君のそのペンはもう二度とインクを吸うことはないと思え。君の父親も確か、しがない技術者だったな。才能があっても結局は大企業にいいようにされて、夢破れて惨めな思いをしたことだろう。君も同じだ。いや、父親以上に無様で、救いのない結末をたどることになるだろうよ。無力なお嬢ちゃんが正義感だけでこの私に勝てると思ったか。銅也は、まるで獲物をなぶる蛇のような目で未来を睨みつけ、唾を吐きかけるように言葉を続けた。未来の顔は蒼白になり、その肩がかすかに震えているのが俺にも分かった。ジャーナリストとしての生命を絶たれ、さらに法的に追い詰められ、父親の過去まで引き合いに出されて貶められる。それは、彼女にとって耐え難い屈辱であり、絶望的な宣告に違いなかった。その瞬間だった。そこまでだ、銅也。俺の低く、だが怒りを抑え込んだ声が、銅也の言葉を遮った。銅也は驚いたように俺を見る。あんたのくだらない独り言は聞き飽きた。未来さんは、あんたのような人間の卑劣な脅しや、薄っぺらい侮辱の言葉に屈するほど弱くなんかない。俺は、震える未来の肩にそっと手を置き、彼女を支えるようにして続けた。彼女がどれだけの覚悟で、どれだけの思いを胸にここまで来たか。あんたのような自分本位な人間に理解できるはずもない。彼女のジャーナリストとしての魂は、あんたなんかに決して汚せるものじゃないんだ。父親の思いを継いで、真実を追求する彼女のペンは、あんたが思っているよりもずっと強い。俺の言葉に、未来がはっと顔を上げた。その瞳に消えかかっていた光が、再び強く灯るのが分かった。俺は彼女に、大丈夫だ、と目で合図を送る。未来は、一度深く息を吸い込むと、震えをピタリと止め、射るような視線で銅也をまっすぐに見据え返した。その瞳には、もはや一片の動揺もなく、ジャーナリストとしての誇りと、揺るぎない覚悟が宿っていた。彼女はテーブルの上に置かれた自分のスマートフォンを指さした。その小さな機械は、この部屋に入ってからずっと、俺たちの会話を記録し続けていた。あなたが今、ここでお話しされたすべての言葉、鉄平さんへの脅迫、ご自身の不正行為を示唆する発言、そして特許を返す意思がないという明確なご発言も、すべてこのボイスレコーダーにはっきりと記録させていただきました。銅也の顔が今度こそ絶望の色に染まった。彼は自分が罠にはめられたことをようやく悟ったのだ。お前ら。そして銅也さん、未来はさらに続けた。私はジャーナリストです。この録音データと、あなたが先ほどお見せになった詐欺的な契約書、そして
病院関係者の方々の証言をもとに、あなたのこれまでの悪行のすべてを記事にし、世に公表します。覚悟してください。どうやは、もはや何の言葉も発することができず、崩れるように椅子に沈み込んだ。長きにわたる彼の悪行は、俺たちの、そして翼の小さな勇気によって、ついに終わりを告げようとしていた。その後の展開は早かった。未来が発表したスクープ記事は、日本中に大きな衝撃を与えた。どうやの逮捕、そしてジェニスモータース経営陣の刷新。俺が開発したオリオンの技術は、改めて専門家たちによって正当に評価され、その革新性と将来性が絶賛された。ジェニスモータースの新経営陣は、過去の過ちを認め、俺に対して正式に謝罪。そして、オリオンに関する全ての権利と特許は、俺の元に返還され、さらに、これまでの不当な利益に対する、莫大な特許料が支払われることになった。俺はゼニスモータースからの誘いを受け、外部技術顧問として、彼らと対等な立場で業務提携を結び、オリオンのさらなる改良と、次世代エンジンの開発プロジェクトを率いることになった。桜モータースも、その開発拠点として、最新の設備が導入され、新たなスタートを切ることになったのだ。そして翼。俺の元に入った特許料によって、翼はアメリカで最新の心臓移植手術を受けることができた。手術は無事成功し、長いリハビリ期間を経て、翼は以前とは比べ物にならないほど元気な体を取り戻しつつあった。日本に戻ってきた翼を、俺は桜モータースで出迎えた。まだ少し痩せてはいるが、その顔色は驚くほどよく、瞳には力強い光が宿っている。兄さんただいま。お帰り翼。言葉少なだったが、俺たちは固く抱き合った。兄さん、本当にありがとう。僕のためにこんな大金を使ってくれて。翼が申し訳なさそうにうつむく。俺は、その肩を強く掴んだ。バカ野郎。お前が勇気を出してくれなかったら、この金だって手に入らなかったんだ。お前があの時、未来さんに全てを話し、病院の先生に訴えかけてくれなければ、俺は今も、どうやの言いなりだったかもしれない。これはお前が勝ち取った未来でもあるんだぞ。俺の言葉に、翼の瞳から大粒の涙が溢れ出した。兄さん、僕、ずっと兄さんに守られてばかりだった。でもこれからは、僕も兄さんを支えたい。兄さんの夢を一緒に追いかけたいんだ。ああ、もちろんだ。これからは二人で走るんだ。俺の目にも熱いものが込み上げてくるのを止められなかった。俺たちは工場の片隅で子供のように声を上げて泣いた。それは長年の苦しみからの解放と、ようやく掴んだ希望への万感の思いが込められた涙だった。未来はどうやの事件を追った一連の記事でジャーナリストとして最高の栄誉である雑誌ジャーナリズム賞を受賞した。彼女の名前は業界に轟き、多くのメディアから引く手あまたとなったが、それでも彼女は桜モータースに顔を出し、俺の入れる下手なコーヒーを飲みながら次の取材の構想を練っている。てっぺいさん、新しいオリオンネオの進捗はどうですか？世界が待ってますよ。あなたのエンジンを。未来は俺の隣で設計図を覗き込みながらキラキラした目でそう言った。その距離の近さに俺は今でも少し緊張する。まあ、ぼちぼちだな。だが最高のものができそうだ。あんたに見合うだけの、な。俺がそう言うと、未来は顔をあからめて、それでも嬉しそうに微笑んだ。期待してます。公私ともにね。その言葉の意味を、俺はもう誤解したりはしない。空は高く、どこまでも澄み渡っている。工場のシャッターから差し込む日の光は、まるでスポットライトのように俺たちを照らし、新しい未来への道を明るく示しているようだった。錆びついていた歯車は確かに力強く未来へと回転を始めていた。